皆様こんにちは、カレンゲームラボのカレンです。今回はエーテルゲーザー最大のやり込み要素の一つであるちょっとややこしい刻印について説明していきたいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは見てまいりましょう。そもそも刻印とは何ぞってとこなんですが、簡単に言ってしまうと装備品、装備させたキャラに対してステータスアップや様々なバフ効果を付与させることができます。この刻印最大6個装備できて、それぞれ固定のステータスが付与され、同系統の刻印を3つ装備させることでさらにセット効果が発動する仕組みとなっております。同系統の刻印を3つずつ2セット装備させるのがセオリーとなっておりますが、キャラクターランクを最終オメガまで到達させた場合は同系統の刻印2つでセット効果を発動できるようになります。プレイスタイルに応じて好きな組み合わせで装備させることが可能ですが、刻印の種類も40近くあるので最適解を探すのがかなり一苦労します。そして刻印装備で注意しておきたいポイントは、スロットは6つあるんですが、装備スロット1、3、5は攻撃系とヒットポイント系のステータスが付与されやすくなっております。装備スロット2、4、6は攻撃系と防御系のステータスが付与されやすくなっております。次は6種類の強化要素。1つの刻印に対して6種類の強化要素があり、強化の流れとしてはこんな感じ。1つ目は刻印のレベルアップ、2つ目はアビリティ機能、3つ目はリファクタリング、4つ目は専用化、5つ目はトランジション、6つ目は継承となります。それぞれ何なのかっていう話をすると、まずレベル強化、刻印自体のレベルアップを行い、基本のステータスの攻撃力や防御力をアップします。最も基本となる要素なので、これは必ずやらなきゃいけない部分ですね。はい。で、強化素材は素材収集クエストで入手が可能となってます。次はアビリティ。刻印1つに対してパッシブスキルを付与させることが可能で、最大4つまで付与することができます。ここですね。こことここにそれぞれアビリティを付与させることができます。アビリティ付与素材は刻印アビリティ素材収集クエストで入手可能となってます。次はリファクタリング。このゲーム、キャラクターに対して系統と呼ばれる組織みたいなものがあるんですが、刻印にも同様の系統がついていて、刻印を入手した際にランダムで付与されてます。今はこれが付与されてます。これがキャラクターと同一の系統の場合、追加パッシブ効果が付与される仕様となってます。なのでこのリファクタリングっていうのは、この系統を強制的に変更し、キャラと同一のものにしてしまうという仕組みになってます。よいしょ。ここでね、変えることができるんです。変わりましたよね、こういう風に。で、これをキャラと同じ系統のものにすると。マーク見ればわかると思うんですけど、ちょっと今違いますよね。なのでこれをポツポツやっていくんですが、これをやるにはこの素材が必要ということで、まあなかなかね、困っちゃいますよね。なかなか来ないですね。来た来た来た。これで同じ系統になりましたと。そうするとこの系統のキャラに対してはこのパッシブがつきますよという感じです。そもそも刻印を入手した際にキャラと同系統の刻印を持っていれば、別にこのリファクタリング作業は必要ございません。そしてリファクタリング素材は高難易度コンテンツクロクで入手可能です。続いては刻印キャラ専用化。刻印とキャラの系統が一緒の場合に限り、そのキャラ専用の刻印化をすることが可能となってます。これですね。よいしょ。ここでどのキャラの専用化にするかというのを選んで、今はトールにしてるんでトールにします。そうするとトールに対して雷属性の攻撃力が 40% 上がるよという感じで、新しいパッシブが付与されます。こんな感じですね。はい。ここにキャラのアイコンも出るようになって専用化されてます。そして専用化することによって刻印のレベルを60まで上げることが可能となってます。リファクタリング同様、この強化素材も高難易度コンテンツクロクで入手が可能。次はトランジション。
解放することでキャラのステータスを個別で底上げすることができます。例えばスキルレベルの最大値は現時点で60なんですが、最大値の上限を上げることができたり、ヒットポイントが高いほど攻撃力アップなど、細かくキャラのステータスを底上げしていくことができます。底上げする内容は2つまでとなっているので、どういったキャラにしたいかで底上げする内容が決まってきます。試しにちょっとこれやってみようかなと思います。まず1つ目の解放は刻印レベルが50に到達することで枠が1個解放されます。2つ目はレベル60ということなので、今はもうレベル60までいけるはずなのでいきますか。まだいけるかな。よいしょ。レベル60、いけたいけた。はい、レベル60までやっちゃいましたここでどれをいろいろねこうステータスアップのものがあるんですけど、どのね、ステータスを上げるかここで決めていきますと。でこれはスキル1のレベルを2個上げるよみたいな、そういうこと書いてあるのかな。あとはこれは近接攻撃力が 2% アップとかそういう感じです。はい。なのでそのキャラクターをどういう風に上げたいかをここで決めていきますと、割と僕はこの近接を上げたりしますね。近接上げてで、使用ってやるとこれがセットされます。はい、こういう風にセットされますと。でもう一個同じように上げていくといった感じです。はい、トランジションの素材は黒くで入手が可能。最後は継承。今まで育成してきた刻印のレベルや追加効果、さらに刻印の専用化を丸々別の刻印に継承することができます。ただし刻印固定の効果は継承することができないので注意が必要です。でこの刻印継承については本国版では後から追加された機能となっていて、日本版ではリリースタイミングで実装されているかは不明です。これね、実装されてるのとされてないのではかなり違いがあるんで、できれば日本版もリリースタイミングで実装されててほしいです。以上が簡単に刻印の強化要素の話となります。これらを踏まえてこの刻印の強化していく中での難易度はこんな感じ。この項目の中で最もきつい周回でエーテルゲイザー最大のやり込み要素が難易度星5のアビリティとトランジションとなっております。アビリティについては周回によるスタミナ切れで思うように作業が進まない。これだけだったら大したことないのですが、収集した素材を使ってステータスを付与するのですが、これがランダムで追加されるため、目的のステータスが追加されるまでやらないといけない。これがかなりきついんですよね。一度のステータス付与の際に最大5回までステータスを生成し保留扱いにできるので、その中から必要なものを選ぶといった感じですね。まずは今5個生成しました。この中で自分が付けたいステータスがあれば付与させるといった感じです。はい、これは会心率が上がるようなやつですね。他はこれは敵が人型の場合は 5% 上昇とかそういう感じですね。ちょっと固有すぎちゃってるんで、今回はこの会心率をつけたいと思います。でこうやって会心率を付与することができて、もう一つアビリティをセットさせるには一度ここに溜まってる保留のアビリティを全部放棄します。これね、放棄しとかないといけなくて、でさらにセットしたアビリティにロックをかけて、ロックをかけると自動的に使う素材が確定します。この素材を使うことでもう一つのアビリティを生成することができますと。こんな感じですね。もう上は確定してるので同じのが出るようなイメージです。こんな感じで、この下段の方ですよね。下段の方で欲しいものがあれば確定しますと。ない場合は全部放棄してもう一度同じことを繰り返していくと。ちょっと今回は欲しいのがないので放棄しますと。こんな感じでやっていくとあっという間にこの素材なくなるんですよね。1回で5個消費しちゃうんで、こんな感じですね。でもうね、もうちょっとやばいですよ。もうほらもうね、欲しいのないんですよ欲しいのないんですよ。はいないはいね、こうなっちゃうんだよね。
でとりあえずなんかせっかくやったからとりあえずつけとくんですけども、悩むねこれでいいや。でこれで一応2つ入りましたと。でさらにもう1個セットできるんで同じことを繰り返すと、これがね本当かなりねきついんですよ。欲しいアビリティがランダム生成されるっていうのでなかなか出てこないっていうのと、素材をよく消費してしまうということで難易度が高いとやり込み要素になっております。もう一つはトランジション。パッシブスキルを解放させるためには高難易度コンテンツクロクの周回が必要で、このコンテンツの内容は月曜と金曜に報酬がリセットされる仕組みとなっていて、月曜日にクリアしてしまうと金曜日までやることなくなっちゃうんですよね。アビリティ解放には青の因子が必要で、さらに解放したアビリティの強化には青の因子と赤の因子が必要になります。この因子の入手先がクロクになるんですが、クロクはステージ1から14までで入手できる素材は青の因子、さらにその先のステージオメガで入手できるのが赤の因子となっているので、クロクのオメガまで到達する必要があって、当然キャラの育成をしっかりしておかないとまずここまでたどり着くのも困難というのと、このクロク週2回しか遊べないのでなかなかオメガまで到達させるには時間がかかってしまう仕様となってます。そういうのもあって前回出した動画ヌアタの強化に時間がかかっていたのはこのせいです。たださすがにこれだとゲームサイクル上に問題も出てしまうので、定期的に行われるイベント報酬として入手できる機会があったりするんで、クロクで入手するための素材をゲットしとくと後々育成が楽になると思います。この2つの要素がエーテルゲーザーの最大のやり込み要素で、この部分をしっかりやり込むことで異次元の強さを手に入れることが可能となってます。ということで今回はちょっと複雑な刻印周りについての解説となりました。日本版が出る前の予習ということで覚えておくとリリース後スムーズに育成を進めることが可能かと思います。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう1本カレンゲームラボの動画を見ていただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。